こんにちは、ゼロです。VTube スタジオの最低限の設定とキーバインドの設定方法です。ウェブカメラを使うならこのあたり。iPhone、Android を使う場合はサーバーを起動するをオン。iPhone 側も PC と接続するをオン。両方とも緑になったら完了です。ついでにアイコンも読み込んでおきましょう。フェイスリグなら IC を自分の名前、ピングのファイルですね。 VTube スタジオにはデフォルトで呼吸が入ってないのでプラスボタンを押して呼吸の出力を作ります。アウトにパラム、ブレスを入れるだけ。胸が少し動いてるのかお分かりいただけますでしょうか。さて半目を直していきます。I open left、 アウトの値を4から5にします。同じく I open right、 こちらもアウトの値を4から5にしましたらパッチリしました。値を4にしてスムージングを真ん中あたりにしてみました。少し半面の表情もできるようになった気がします。このあたりはお好みですね。マウススマイル、こちらのアウトを4から5にしました。口角上げで笑顔になるモデルは要設定っぽい気がします。2個。他にも設定できるところはたくさんありますが、今回は最低限の設定のみで。さてキーバインド設定ですね。歯車マーク、データフォルダを開くを押すとエクスプローラーが起動します。ライブ 2D モデルズにある自分のモデルフォルダを開きます。自分のモデル .moc3 ファイルをダブルクリックするとライブ 2D キュービズムビューアーが起動します。ライブ 2D キュービズムをお持ちでない方はフリー版もしくは使用版をダウンロードしていただければキュービズムビューアーは使えると思います。ここで準備するのがフェイスリグ用の CC アンダーバー自分のお名前 .cfg コンフィグファイルです。これを見ながら設定していきます。ビューアーでファイル追加表示を選択します。そこでコンフィグファイルのパラメータ名をコピーしてパラム何々 exp3json というファイルを作っていきます。こうして作ったら expressions パラム何々 exp3json を選択。下にキラキラ目が出ますので対応するパラメータをチェックしバーを右に動かします。そうすると右の画面にもしいたけ目になりました。同様に表情差分を登録していきます。ファイル追加表情、今度は涙ですね。選択して下のパラメータをチェックしてバーを右に動かす。それだけの作業を続けていきます。困り眉、瞳縮小も同様に設定いたしました。表情差分ではないんですが、髪型衣装切り替えもキーバインドなので同じように設定してしまいます。ファイル読み込み表情でコピペですね。今回はお下げ髪型変更です。髪が変わりました。あとジャージを脱ぐ差分を作っているのでジャージオフですね。6つのキーバインドの設定ファイルができました。これをファイル書き出しモデル設定モデル 3JSON、 これを上書き保存で OK です。はい、そうここで今作った〇〇 exp3json を保存するか聞かれるので OK 押します。するとこのように exp3json ファイルが書き出されました。標準差分用ファイルです。新しくできました。書き出しすべての表情モーションでも同じように書き出しができます。このファイルを使って VTube スタジオに設定していきます。 VTube スタジオに戻り設定アイコンからカチンコみたいなアイコンを選択。キーバインド設定のモードにします。アクションタイプ表情を切り替える OK。 ここでさっきのパラメータを選んでいきます。キーバインドを使う方はレックボタンを押して割り当てたいキーを押しておきます。ここはあまり使わないキーの組み合わせ、例えば右シフトプラス何かにした方がいいという話がありますね。ひとまず今回はフェイスリグと同じ ZXC で設定していきます。適宜名前を付けたらどんどん追加していきます。フォントが対応してないのか眉とか瞳がなぜか入力できなかったですね。
フェイスリグではシフトプラス Z キーだったんですが Z のみのキラキラ面も一緒に動作してしまうのでひとまず B を割り当てています。シフト X も N でとりあえずスクリーンボタンは6にしました。あともう一つプラスします。アクションタイプすべての表情を消すを M とかに作っておきます。プルプルライブ、ペロペロライブのリセットと同じ役割だと思います。スクリーンボタンは8に設定しました。これで設定完了です。右端のスクリーンボタンで切り替え可能になっています。試してみましょう。キラキラ、涙、困り、組み合わせも可能ですね。一番下で全部デフォルトに切り替わります。もちろん iPhone 側にもある同じスクリーンボタンで切り替え可能になっています。 iPhone とつないでここはスマホの方で操作しています。配信中など PC 内で画面を切り替えずに使えるし誤操作もないので安心かなと思います。そんなわけで VTube Studio の主にキーバインド設定、これを読み込む方法の説明をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。素敵な VTube Studio ライフをおつやサンキュー、バイバーイ。